で、皆さんが右翼勢力から感じるいかがわしさの本質はそこです。リベラル勢力として皇室制度に対しては意見はありませんっていうのが正しい。他人のこうコントロールしたいという程度の低い人たちの票が欲しいというところに、創価学会も野田義彦も高市早苗もいるのよ。で、そこには参政党と百田直樹もいんねん。田舎のおじいちゃんとおばあちゃんの奪い合いをしてるだけやねんて。今日のタイトルはね、高市早苗と創価学会の相思相愛ということをにしました。何を根拠にしてるかというとですね、どの新聞がええかな、どれが一番分かりよいですかね。毎日新聞のあれかな、中道改革連合なんですけどね、これ15分動画でもお話しするんですけども、皇族確保策で、最大公約数を集約しようとしてる言うてるんですね。でその議論の内容そのものはね、別にええんですけど、僕の今回のこの議論に関する僕のスタンスは明らかで、もうそんなもん他人の家のことをごちゃごちゃ議論しないなみたいないうことですよ。でこれね、大変申し訳ないけども、ちょっと基本線を引いておくとね、とはいうものの、護憲勢力、自分は護憲だという人々は皇族確保ということは考えなきゃいけないですよ。それは女系天皇を認めるか女性天皇を認めるかということではなくね、日本国憲法の第一条は天皇はってから始まるわけですから。僕こういう議論の時に一番参考になるのは昭和憲法ができる時の帝国議会での日本共産党の論調です。この間僕公文書館に行ってきたと言いました。日本国憲法の原文が展示されてるんで、国立公文書館に展示されてたんで行ってきたって話をこの間しました。ゴールデンウィーク5月の何日3日行ったのは5月の2日やったっけな。憲法記念日そのものには行ってない気がしますけども、に行ってきたいう話を知った。でこれが日本国憲法の僕が見てきた原本です。陳は日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が定まるに至ったことを深く喜び、枢密院顧問の批准及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を採化し、ここにこれを交付せしめると書いてあるんですね。でこれ陳は日本国民の総意に基づいてっていうのは、要はその戦争負けた後、日本国憲法ができる前、GHQ の占領下ですけども、帝国議会の名前のもと国会は開かれてたわけです。で帝国議会の中で議論が行われたんですが、そこでの議論っていうのがね、いわゆる9条やったんですよ。一番の争点は。すごいでしょ。気違いって怖いっていう事例 YouTube 見てびっくりしたんですけど、すごいですよ。 YouTube にものすごい気違いましたよ今。もっと古い原本持ってますわ。原本は原本。古いも新しいもない。原本に元祖原本とか本家原本とかない。びっくりした。ちょっと気違いすぎて。粗骨憲法かお前は。この原本は確かに原本だが、この原本を抱いてる俺は一体何だろうかお前は。そういう入院案件の人はさておきですね、ごめんなさい、僕の福祉能力が低くて医療技術を持っていないので大変申し訳ないんですが、帝国議会で議論して昭和憲法を作ってるんですよ。その時にね、問題になったのはやっぱ9条やったんですよ。で当時の、9条推進派と、9条なんか無理やと、ちゃんと軍隊持てよと、民族の自主独立を守らないかんやろっていう議論で真っ二つに割れたんですよ。国会での議論としては、当時の政権がね、GHQ と話して、こうしたい、ああしたいという、重原喜十郎とか、白洲次郎とか、吉田茂が GHQ と次々と話して、ああしたい、こうしたい、ああしたい、こうしたいって議論するわけですよ。当然、9条っていう話が出てきて、戦力の不保持で、国権の発動たる戦争の否定っていうのは、あれ別に日本人が考えたわけではなくて、パリ不戦条約の精神をそのまま引っ張ってきてるだけなんですけど、
っていうのを盛り込もう、憲法の中に盛り込もうという話になったんです。で、それをじゃあ国会にどうですかって今度は政府は聞くわけですよ。GHQ と話した後にね。で、国会の承認が欲しいから。国会にどうですかって聞くわけですが。で、求められた国会側は、おい、ふざけんなとか、それで、とか、あるいはそれでええとかって話になるわけです。今の国会と一緒ですわな。政府案に対して与野党分かれて議論して、イエスノー言い合うわけですよ。で、なので、9条に対しては、9条でいいと、平和主義でいい、軍隊を持たなくていいっていう人と、ダメだと、軍隊を持て、自主独立のために戦争できるようにしとけっていうのが、真っ二つに割れるわけ。で、この時に、9条でいい、軍隊なんていらない、武力なんていらない、戦争なんていらないって言ってたのが吉田茂。で、この時に、いや、軍隊必要でしょう。民族の独立守らないかんでしょうって言ってたのが共産党です。で、その後、絶対平和主義になったのは、共産党の立場は、って憲法に書いてあるからです。みんなで決めたんでしょ、憲法って。それ守りましょうって言うて。俺はその態度は正しいと思う。それを素晴らしいと認めるんであれば、護憲やって今言うてる人は、積極的に皇族確保というね、実にいやらしくて、下ネタでしかない話だけれども、いや、誰と誰がするかってことを決めてるわけですよ。皇族確保って。言や、ね。言やね。で、それが気持ち悪いところなんですけど、言や国会で誰と誰がするか決めてるんですよ。知らんがないよ、話や。すっごいキモいのよ、だから。話そのものが。なんでそんなね、誰と誰がするのを決めようかなんて話でね、そんな必死になって議論せなあかんのっていう根源的な拒否反応はあるんだけど、ただ、日本共産党の態度を立派だと言うんであれば、今護憲を叫んでる人こそ積極的に、この人とこの人のとがひっつくようにしましょうっていう議論せんといかんのですよ。いや、俺がなんでそういうこと言うてるか言うたらね、そこが本質なんですよ。俺ずっと言うてるやん。日本の高度成長なんて嘘やって、日本人なんて何の創意工夫もしてないって。アメリカから金借りて、してただけや言うてるやん。日本人ってそれしかないんですよ。ずっとの議論してんねん。いや、気持ち悪い国なんですよ。そもそもですよ。俺、うちの長男が生まれた年ですさかい、よう覚えてるけど、小泉政権の時にさ、男の子がおらへんから、もうええやん言うて議論一回終わってんねん。これで、ひろひとさん、じゃあね、久人か。うちの長男と同い年の、今、筑波大一等やつ。生まれたら、議論、なかったことになってんねんで。気持ち悪いっしょ。いや、要は愛子さんしかおらへんかったという前提でね、愛子さんしかおらへんし、もうそれが現実やねんが、その現実を受け入れようよというのが、小泉政権の時の合意事項やったんです。ほんで男の子生まれてきた中た境に、あーってなったんや。いや、だから、その男の子生まれた境、その前の話なかったことに、みたいなことになっとんよ。っちゅう話やん。いや、それは愛子さんがええか悪いかとかね、知らんよ。マツコさんがええのか、タケコさんがええのか、梅子さんがええのか知らんけど、興味ないねんってほんま。もうちょっと黙っててほしいのよ。もうほっといて、もうええねんって。もうだからもう俺はずっと言ってるように、安葉を天皇にしよう言うてるんです。安葉を天皇にして、もう国家をフライデーチャイナタウンに変えてみんなで上がろう。もうそれが一番やって。もう八方丸く収まるんです。なんですが、なんか知らんけど、ほんまはね、俺はリベラルとして正しい態度というのは、ほっとけやと思うんですよ。だってそれがリベラルでしょ。なぜリベラルが嫌われるか言うたら、リベラルを要求していることは、田舎者にとって一番できないことだからですよ。他人のことに構わないっていう。リベラルが求めてる社会規範というのは、他人を構わないです。すごい簡単なもの。他人のことはほっとけよ。で、他人のことはほっとけよ。かつ他人のことはほっといたれよ。です。いや、要はどういうことかっていうとね、他人のことに構うなっていうのがリベラルやんたら、リベラルのやつが例えば差別事案とかで起こるのはなんでやねん。他人のことをほっとくんやったらほっといたれよっていう反論があると思うから。なんでリベラルが差別事案に起こるか言うたら、他人のことほっとけ言うてるからですよ。なんでほっとかへんねん言うて差別に起こるんです。なぜ差別という他者への妖怪をするんだということを言って怒ってるわけ。
で、それ優しさでも何でもないんですよ。冷たさなんですよ、リベラルって。で、だからリベラルは偉そうやとか言うけど、当たり前やん、冷たいねんもん。他人に興味を持つな言うてんねんもん、リベラルって。他人の構うな。俺のことも構ってくれるな。優しさでも何でもないんですよ。むしろ冷たいんです。せやからほんで田舎者に嫌われるんですよ、リベラルは。田舎であれば、田舎の人がなんかリベラルあかんとか、左翼あかんってそうよう言わはるでしょ。あれはなんでか言うたら、ようやらんからですよ。ほっとくとか、ほっとかれるってこと。一人で生きていく。で、実際ね、じゃあね、菅野それ単純化しすぎやでって言うかもわからんけど、逆に言うと、保守と自称する連中が、いかに他人のことばっかり喋ってるかっていうのを一発でわかる写真、ちょっと待ってて、探してくるわ。これ、日本保守党ができたきっかけです。百田直樹の決意表明です。LGBT 法案が成立したら、保守政党を立ち上げます。他人のことばっかり言うて、言うてるんですよ。リベラルは俺のことは、俺の時はリベラルというのは他人のことはほっとけと。ほら見てみんや。逆側の保守の人たち何が言うてるか言ったら、戦争の問題でも、天皇陛下の問題でも、何の問題でもなく、の話ばっかりしてるやん。誰と誰がするかの話ばっかりしてるやん。日本保守党もなんかまあ議席が増えたり減ったりとかしてますけども、その百田直樹と有本香織のその政党のことをね、ああだこうだ、ああだこうだ言うてますけど、そんなもん別になんか安全保障の話で作ったわけでも、日の丸君が代の話で政党作ったわけでもなんでもない。あいつはこの話で政党作っとるんですよ。でしょ？いや、だってこいつらのきっかけはこれやねんもん。中国がどうだからかんたらとか全く関係ない。証拠残ったべん。中国が日本を舐めるから、韓国が日本を舐めるからとか、その関係あらへんねん、こいつら。で、自分たちは保守だっていう人に他の主張聞いてみんや。夫婦別姓、選択的夫婦別姓反対なんですよ。他人の名字気になる連中やで。気になる？まあ、で、これね、実を言うとね、世界中にそうなんですよ。世界中ね、右翼とか極右って言われる人ってずっとX の話してるんです。ほんまやねんって。例えばなんですよね。今日の新聞で言うと、これ嘘つけ、そんなことないやろ言うけど、俺のこの時間の動画見てると思い出すと思いますけども、日経新聞の11面です。ハンガリーなんですが、新しい内閣総理大臣が選出されました。政権交代、16年ぶりの政権交代です。その前は誰が政権になるのか皆さんご存知のようにオルバン政権をやってたんですね。でオルバン政権の後ろ盾はロシアでした。で、なんでロシアがオルバン政権を応援してたかっていうと、ずっとハンガリー東でしょ？で、要はロシア側のヨーロッパなわけですよ。で、ロシアからすると自分の国境近くに EU とか NATO の国があるのは嫌なわけですよ。だから、東欧各国をものすごく情報工作してね、ロシアがね、EU からの離脱ということをしてもらった方が、ロシアからすると楽やん。当たり前の話だけど。要はヨーロッパ、ドイツ、フランスとロシアの間のポーランドよりも東側の国は、もう EU とか NATO から離脱してもらいたいわけですよ。どっちか言うたらね。その方が楽やから、自分とこは。それは、あんたがロシアでもそうすると思うわ。で、EU からハンガリーを EU から離脱してほしいわけですよ。ロシアからすると。それはプーチンがというか、それは誰であれロシアの大統領であったらそう思うと思うわ。隣に真近くにおるの嫌やから言って。まあそれは当たり前の話。そやから何をするか言うたら、ロシアはそれぞれの国の極右を応援すんねん。当たり前やん。だって、EU から離脱するってことは民族のことは自分のことは自分で決める民族の自立やってこと言うから必然的にその国の極右勢力をロシアは応援するわけですよ。で、そうすると例えばポーランドやったらポーランド、ハンガリーやったらハンガリーで右側の人を応援すればするほどその国が EU から離脱する世論が支配的になるじゃない。そうするとロシアからすると嬉しいからそういう工作をしてるわけですよ。でもな、この間今ハンガリーの話してますけども、新しい内閣総理大臣が生まれた、政権交代ができた。選挙の2週間前なんですが、このハンガリーのオルバン政権をロシアが必死になってこの十何年間応援してたんやけど、今回の選挙でトランプ政権めっちゃ応援してん。
JD バンスわざわざ言ってんねんで、副大統領が選挙応援で。ロシアが応援してんの分かってんのに。数週間前の俺のここの動画見てたら分かると思いますけども、JD バンスが言った理由って解説してますけど、それなんでか言うたら、オルバン政権が極右政党で、オルバン極右ですから、極右ポピュリストですから、ロシアがオルバン政権を応援する理由は分かったでしょ？極右の連中が伸びると EU から離脱してくれるから。で、ロシアはどっちか言うたら、EU から抜けてほしいと思ってるから極右を応援するわけですよ。ものすごいリアルな話じゃないですか。ええか悪いかは別として分かる。で、それを応援していってんねん。で、トランプ政権フルコミットしてんねん。副大統領までが行って選挙演説してんねん。なんでか言うたらね、オルバン政権極右で、中絶反対、女は家にいろ言うてる。中絶反対、世界中絶反対ネットワーク。で、これね、JD バンスが、世界中の極右がこの話しか、話してないって、これでもわかるでしょ？これね、いつでもお見せする本ですけど、自民党の参議院のドンと言われ、小泉純一郎との権力争いに敗れて、最後監獄に入ってしまうけども、自民党の法律を何度も通し、何度も潰し、自民党の参議院のドン、今で言うたら誰？石井さんの倍以上、鈴木幹事長ぐらいの権力を持ってた村上正邦の回顧録がありますが、村上正邦、自分の人生のハイライト、この人は後に日本会議となる成長の家政治運動で政治家になってる人なんですよ。で、自民党の中の極右勢力のドンです。ネットしか知らん田舎の情報弱者、人生やり損ねた人、自民党の右言うたら石原慎太郎しか思い浮かべへんと思うけども、誰も石原慎太郎みたいに自民党の中で相手する人いませんでした。自民党の中のほんまの右翼っていうと村上さんの系譜です。自民党内右翼のドン村上さんが、魚住先生、これ俺の一生の自慢で、もう見るだけ泣きそうになんだけど、魚住さんのサインです。魚住さんが、村上さんが聞き出してるんですけども、すっごい端的なこと言うてるんですよ。端的なこと聞いてんの。村上正邦の権力の絶頂、自民党の代表としてアメリカに行くんです。魚住彰はその話に下った時に、村上さんのところで自分の政治家人生の中で最大のハイライト、一番の幸せを感じたのはどこですかっていう質問をした。それに対する村上正邦は、自民党の代表としてアメリカに行った時に、キング牧師が I have a dream をしたワシントンの講演で、福音派の人々が中絶反対運動の集会をやっていて、日本から中絶反対運動の政治家がやってきたというて、数万人の中絶反対を叫ぶアメリカの有権者の前で演説をさせてもらったことが最大の思い出ですって言うて。橋本政権では野中博文幹事長と村上正邦参議院会長の二人三脚で橋本政権でいろんな法律をゴリゴリ作り、橋本政権って記憶に残ってへんかわからんけども、今日令和8年の今日にもめちゃめちゃ影響を与えてる政権ですよ。だって大蔵省が財務省になった。で、今の省庁の数決めてる。省庁の名前、通産省が経済産業省になってる理由。金融庁と財務省、大蔵省の分離。霞が関改正、いわゆる行政改革っていうことで、この50年で最大の功績を上げたのは橋本内閣ですよ。それを裏を進めたのは、霞が関の強烈な大蔵省っていう名前を財務省に変えるって、これとんでもない仕事なんですよ。橋本内閣でいろんなこと変わってるんですよ。今僕たちが知ってる霞が関の中央省庁の姿というのは橋本内閣でガラッと変わってるんです。で、大蔵省は最後の最後まで抵抗する。名前だけ変えてくれるな。奈良時代から役所の名前変わってへんのは大蔵省だけやからっていう理由やったんだけど、実際そうなんですよ。大法律令の時代から大蔵省って名前変わってへん。でも、なんで変えなあかんか言ったら、三月、あの時は田中が元気やったんでね。小泉内閣以前の話ですから、田中が元気やったんで、清和会潰さなあかんかったんですよ。三塚さん、端的な三塚さんを葬り去らなあかんかったから、
ちょうどあれよ、大蔵省のノーパンしゃぶしゃぶ事件とかあった。カンカン接待事件。ノーパンしゃぶしゃぶとか。で、ノーパンしゃぶしゃぶ事件が起こったから、アメリカから、まず一番最初にやったのはアメリカからの圧力なんですよ。要はその大蔵省の中に金融監督機能があったから、それを分離しろと。なんで大変革な、名前変わっただけじゃないんですよ。金融庁外へ出てるしね。これ大変革なんですよ。金融庁外へ出てるのは。で、ということもあって、カンカン接待っていうのがあって、要は官僚が官僚を接待するわけ。で、その時にタクシーチケットをなんか1週間で30万使ってるとかね。そんなんが明るみになって、大蔵省ズブズブやんけって話になって、潰さなあかんって話になったから、金融庁外出して、大蔵省が名前を財務省に変えたわけです。で、結構、橋本内閣偉い仕事してる。すんごい仕事をした理由っていう、仕事できた理由って野中博文が幹事長で、政調会長が加藤浩一で、村上正国が参議院会長やったわけですよ。自民党5役のうちが、とんでもない力量のある政治家で固められた時代ですよ。だからこそ官僚たちの反逆を抑え込めたわけ。ということを、ほぼその同じ陣容で、村上正国内閣も、村上正国内閣がやって、村山富一内閣もやってますから。で、この間ご紹介した50年決議っていうのは、村山富一内閣の時はまさに野中博文幹事長、村上正国で、加藤浩一政調会長の3者の間で、50年決議っていうのが、こう、日本会議をなだめるために、丸くなっていったっていう話を、この間この本からベースにご紹介しましたけども、その村上正国が、自分の政治家としてのハイライトは、アメリカへ行った時に自民党の代表として自民党の若い議員を何十人と連れてアメリカに行ってアメリカの大統領にも会うてんねん。レーガン大統領にも会うてんねん、その時に。レーガンに会うて、レーガンと握手して、レーガンと会談までしてんのにもかかわらず、アメリカに行った思い出は、そのワシントンの公園で、福音派の連中が中絶反対運動をやってる。その前で演説をさせてもらったことが、最大の印象やの、自分の政治家としての頂点や。いやね、実際ね、さっきの百田直樹のね、この話も含めて、なんかその民族とかうんだらかんだらとか言うてるけど、オルバン政権の実態、オルバン政権、ロシアが応援してるロシアは自分の国の利益のために、純粋に自分の国の利益のためにオルバン政権を応援してるのにかかわらず、そのオルバン政権をアメリカのトランプ政権は中絶反対してるからっていう理由で応援するんですよ。で、世界中のそれぞれの国の右翼っていうのはいますよ。で、それぞれの国の右翼がそれぞれの国の国旗を振ってますよ。で、それぞれの国で愛国や、うちの国が一番や。で、面白いことにね、もう一つ共通点あるんですよ。四季があって美しいってどこの国も言うんです。どこかって四季あるわよ。それはええねんけど、どこの国の右翼も自分とこの国の国旗振って愛国やでうちの国が一番や言うてで同じこと言うて中絶反対女は家にいろで割っていくとどこの国のなんでさっきのその JD バンスみたいに JD バンスがオルバン政権を応援できたりあるいは村上正国がレーガンにも合ってるにもかかわらず中絶反対派の話の前で要はね右翼は自分の国が一番やとか言うときながら世界中の右翼は連帯できるんです。女は黙ってろという一言で。これほんまやねんって。どこの国の右翼もみんな一緒。朝から晩までずっとの話してる。もっと具体的に言うと女性のをコントロールさせろっていう話をしてる。で、皆さんが右翼勢力から感じるいかがわしさの本質はそこです。ずっと下の話してるから。ほんまにずっともう例外なく朝から晩までずっと下の話してる。で、これもそうでしょ。いやだからそのリベラルという考え方はね、他人のことをほっといてくれと、他人のことはほっとけっていう話だっていうのは、俺の定義はあながち間違いじゃないでしょ。だって右側がそうなんだもん。でそう考えるとね、すげえ一貫してるんですよ。この話はこの間もしましたけどね。バイアグラができた瞬間に日本で緊急承認されて、いろんな手続きすっ飛ばして普通に買えるようになる。めっちゃ早かった。なのに、何十年とある緊急避妊薬は買えない。
ようやくこの間承認された。なんやったらバイアグラで死んでる人何人もおんのに、危なさ言うたら多分バイアグラの危ないよ。俺がもっと不思議やなと思うのは、子宮頸がんワクチン女の子に打たせることですよ。男に打たせろよ。俺らが打つしてんねん。俺は届かんから大丈夫。やがましわ、アホ。俺はだいぶ手前で終わるから大丈夫。やがましわ。めっちゃキモいねん。ほんで、子宮頸がんワクチンの副作用を訴えたら女が騒いでる言うねん。いや、世界中の右翼っていうのはそういうことなんですよ。だと思うとね、僕、リベラル勢力として皇室制度に対しては意見はありませんっていうのが正しい。議論に参画することを拒否しますというのは正しい判断やと思うんです。で、それはね、定価のような態度ではないですよ。後期成熟我がことにあらずということではないですよ。後期成熟は我がことにあらずという立場に貫け言うてるんじゃない。それ後期成熟にことする人間だからこそ、京都の人みたいにこない言うとよろしい。いやー、もうね、上老のことはようわかりませんわ。って言うといたんや。で、しかも、自分が熱いから仰いでるんやのしに、他人さんが、相手さんが熱いさか仰いでんどっせいう形で、熱々な、まあ、せやけど難しいこと言われてますけども、もうわてらみたいな後期成熟にことする人間は、上老のことはようわかりまへんわ。言うといたらええんですよ。憲法を守りつつ、リベラルの価値観を守る。両方を両立する道はそこしかないんです。そういうことを話ししたがる人が法律決めはってよろしいやん。どうなったかって一条は残んねんから。どうなったかってそういう人らが皇室典範改正しはんねんから。で、究極的な人権の問題に立ち入ろうと思うと、一条は憲法違反って言わんとしゃあなくなってしまう。一条そのものが。でも憲法が憲法違反になれないから、残置してるだけの話で、基本的人権っていうことを考えたら、一条潰そうって話になって僕らは会見言わなきゃいけないわけ。で、それは自分たちが永遠の自己矛盾に入っていくとこやから、知らん言うといたらええんです。誰かが皇室典範改正すんねん。法律やがねんから。で、それね、今も自民党が一人で3分の2衆議院で持っとんやから自民党でやったらよろしいやん。関係あらへんがな。言うたってええねん、そんなもん。で、賛成も反対もありません。成案ができたら持ってきてくださいでええんですよ。で、それが政治です。田中角栄と大平正義はそれをやれたんですよ。その真逆の岸信介もそれができたんですよ。昭和の政治家はそれができたんです。韓国相手に中国相手に。何もかも解決せざるをもって解決したとみなすという大人な態度ができたんです。俺らもそれでええねん。解決せざるをもって解決したとみなす。何を問題やねん。それ全部パシパシ白黒決めんので、こういう議論をするとね、国民の総意やから国会の総案をもらうんだけど、国会の総案取らなあかん。国民の総意言うんやったら国民の総意で憲法変えなあかんのに3分の2で憲法変える言うてるあんたらが何言うてんのって話やんか。あんたらで決めはることは国民の総意なんでっしゃろって言うたってええねん。で、僕らはリベラルですから他人の人生に口出しません。で、口を出さないことによって、国会での承認がどうのこうのとかって国民の総意のアリバイができないみたいなこと言うんであれば、せめて憲法議論ぐらい丁寧にしてもらえません？国民の総意が必要やねんから。いう話なんちゃうの？で、ここにね、飛び込んだらダメなんです。喜んで参画しちゃダメなの。ほっといたらええのよ。で、喜んで参画しようっていう人がおるんです。毎日新聞の4名。中道改革連合さんなんですけどね、その中道改革連合さんなんですよ。喜んで参画しよう言うてるんですけど、最大公約数を集約するを言うてるんですが、野田氏終わりじゃない。な？これ決めなあかん。答え出さなあかん言うてんの野田義彦やねんて。だから政治的センスがないのよ。ここで頑張って答えを出さなきゃいけないと思うこと自体が。ね、だからここで積極的に、俺が、それは野田義彦がダメとか言ってるわけじゃなくてね、今日のタイトル、高市早苗と創価学会の創始創愛ってのはそこなんですよ。結局ね、中道改革連合も高市早苗も野田義彦も何をやってるか言うと、俺の今言うたような理屈が理解できない田舎の弱者をターゲットしに行ってんの。で、そこの票欲しい言うてんねん。レッドオーシャンなんですよ。で、それは野田義彦と高市早苗のね、
もともとが、その、松下政経塾でこう似てるからうんぬんかんぬんとかってそういう話じゃなしに、創価学会でさえそうなんですよ。同じとこ狙うてんねん。他人の人生に口出したくて仕方がない田舎の弱者の群れ。オルバンを JD バンスが応援するように、村上正国がレーガンに会ってるにもかかわらず中絶反対の前で演説したことを思い出話に語るように、他人のをコントロールしたいという程度の低い人たちの票が欲しいというところに、創価学会も野田義彦も高市早苗もいるのよ。で、そこには参政党と百田直樹もいんねん。田舎のおじいちゃんとおばあちゃんの奪い合いをしてるだけやねんって。そこ混雑してんの。で、そっから抜けなきゃいけないんですよ。本人たちは国家の議論してる、本人たちは社会の議論してるつもりでおるかもわからんけど、所詮の話、どれのをどのに入れるかって話しかしてへんねんって。そんなもん距離置かな。そんなんほっといたらええんです。僕はまずこのパースペクティブにますますの自信を持ったのはね、韓国でこの間ユン・ソンニョルの逆クーデターがあったでしょ。で、韓国側のリベラル勢力はユン・ソンニョルのやったことがね、その憲法秩序に対する破壊行為だからって言って、皆さん兵士の前に立ちはだかる市民とかってご覧になったと思いますけれども、今の日本の国会前デモとかは、ちゃんと韓国のキャンドルデモとかから学習して、先進国韓国の事例を真似てやってるんですよ。素晴らしいと思います。で、韓国のリベラルたちがやった運動、ユン・ソンニョルに対抗する運動ね、を見て取った韓国の右側の連中が、同じようにユン・ソンニョルは間違うてないって言うてデモするんですよ。で、ソウルはユン・ソンニョルが憲法秩序を潰そうとしたからダメだと。ユン・ソンニョルはパク・チョンヒとかチョン・ドファンみたいなことをしようとしてるということで、市民たちが立ち上がってる隣で韓国の右側の連中も立ち上がってユン・ソンニョルは間違うてないと。で、韓国の右側の連中ってほんまにパク・チョンヒとチョン・ドファンは間違うてなかったと思ってるからね。あれでよかったんや思ってるから。で、まあその様子を見ててね、俺はハッと気づいたんやけど、韓国の右側のやつね、右側のやつですから、韓国の国旗好きなんですよ。それは当たり前でしょうよ。でも普通の右側の保守やと認めてるおっちゃんらが持ってる旗見てびっくりしたのよ。正常旗、太極旗、イスラエルの旗、日照旗で並んでんねん。運動会から言うとる場合ちゃうねんで。いや、ほんでね、俺はその光景を見たときに、今話したこの1時間半喋ってたような内容に、もう心の底からの確信を得たの。でそいつらもやっぱり中絶反対やね。で自分が弱いから強いもん好きやね。そやから正常期と太極期と日照期とイスラエルの旗並ぶんよ。で、これ、そのユン・ソンニョルのクーデターの前からの話ですけど、パク・チョンヒが日本の軍歌が大好きやったように、韓国の右は、実を言うと、旭日旗大好きです。昔っから。何を言うてるか言ったら、その旗を振ることによって自分は強い側の人間ですってことをアピールしてから旭日旗振ってるんですよ。なんで俺はそのユン・ソンニョルの時、昔から知ってるの、韓国の右翼が旭日旗好きなのなんか知ってますよ、昔から。沖縄の右翼が正常旗好きなのと一緒です。沖縄行ってみ、右翼の街宣車の前に日の丸と正常旗両方並んでるから。おもろいの、沖縄の右翼。右翼の街宣車の前に日照旗と正常旗並んでんねん。ほんで、屋根のとこに自主憲法制定って書いてあるねん。なんやねん、それ。ねまあ、ここら辺のその正常期が、正常期やって、旭日期がアジア各国でどう消費されているかというのは、本当に文字通りどう消費されているかというのは、忘れられた旭日期という、生産の新潮がめちゃめちゃ詳しいんで、ぜひ読んでください。で、これ読んでもわかるんですけど、要はね、結局は何がしたいかって、右側の連中っていうのは何がしたいかっていうと、自分が弱いっていうことは分かっているから、強いものを認めることによって、自分は強者の理屈が理解できるんで、決して弱者ではないですよと世の中にアピールしてる連中なんです。だから韓国の右翼は、旭日旗を振るんです。ほら、お前たちこれ嫌いだろう。ほら、お前たちを苦しめた強い側俺はわかるんだぞ。もうほんまにそうなんですよ。それでしかないんですよ。という、ハビング1時間半セットだと。これ見たらわかりやすいでしょ。LGBT 法案に反対するために立ち上げる政党が、なぜそれが自動的に保守になるかわからんけども、彼らのロジックの中ではそれが保守になるのはわかるでしょ。
めっちゃ納得するでしょ。今日から日本のテレビでは大きなニュースになると思いますけども、アメリカからは今、ヘグセスさんが、財務長官が日本に来ています。今、日本に来日中ですって言いそうになって頭痛が痛いなと思っていうのを訂正しましたけども、ヘグセスが日本に来ました。アベノミクス生涯の一相場、生涯一の相場って言ってるんですけど、どういうことを言ってるか言うたらね、日経新聞はヘグセスのことを知日派や言うてるんです、財務長官が。でもね、こう書いてあるんです。当時の日本っていうのは、2010年の頃です。東日本大震災の直前。当時の日本は年18兆円もの巨額の経常黒字を抱え、1ドル80円前後の、円高相場だった。震災の発生と原子力発電所の停止を聞いたベンセント氏は、化石燃料の輸入急増で日本の貿易赤字が膨らんで相場は一転して円安に向かうと判断した。一生に一度の大相場になる。ベンセント氏はソロス氏に勝負を呼びかけたのは12年夏。第二次安倍政権誕生の可能性を知り、日本が金融緩和で大量のマネーを供給すると聞いたからだ。ベンセント氏は円の空売り攻勢に振って出た。日本の経常黒字は13年度に2兆円内までに急収縮して実需の円買いが縮小した。日銀の大規模緩和も円売りを招いて相場は4年ぶりに1ドル100円台へと急落し、ベッセント氏の賭けを勝利に導いたって。こいつはお前食い物にしてんやんけ、日本。いや、食い物にしてんやんけ。で、それ来てね、多分ね、日本のメディアは今日から高市さんとベンセントが会った時には、なんか高市さんすごいみたいな話すると思うけど、俺これ、日本食い物にしたやつにひざまずいてるんですよ、高市さんね。何を言うてんの？でね、僕はそれ今の流れから考えて、円が今160円とか言うてるわけですよ。この15年で円の価値は半分になってるんです。さっきの記事読んだでしょ？ 80 円から160円になってるってことで、円の価値はこの15年で円の価値は半分になってるんです。1万円が5000円になってるんですよ。皆さんの1万円は5000円になってるの。1万円5000円になってるの。円の値段が半分になったということを頭に置いて、日経新聞の2面のこの記事を見てください。アルファベット、Google の親会社、初の円建て社債。どういうことか分かりますね。で、その国で、ついでなんですけども、日経新聞前で話をしておきますが、日経新聞で、昨日の参議院の、終わった後ですけれども、政府の委員の中で、首相サイバー攻撃対策指示へ脆弱性を早期発見修正するためにプロジェクトを走らせる。高市首相は12日、アメリカで登場した高性能の人工知能 AI をめぐり、関係閣僚に高度なサイバー攻撃への対応を指示する。要はアンソロピックのミトスのことを言ってるんですけども、無理です。あと、最大のニュースはこれでしょうな。今日の最大のニュースは、これテレビでもやってんのかな？めちゃめちゃでかいニュースなんですけど、これいきなり国内の話になります。朝日新聞の一面です。大阪高裁なんですが、どうやら戸籍の続き柄に男女以外を認めないというルールは憲法14条に抵触しているという判断を示したっぽいんです。ノンバイナリーの人がこれを訴えてたんですけど、ノンバイナリーの人が訴えてた、広告そのものは棄却されてるんですけども、判断としては、憲法14条に抵触する可能性があるということを高裁が踏み込んだ判決文を書いたらしいんですね。なんで、広告を棄却した理由というのは、具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだとしたので、広告を棄却したっぽいんですが、ただ、判断としては、確かに続き柄で男女の二者択一しかないのは憲法14条に抵触するぞという判断を示した。これは極めて大きい進歩的な判決だと思いますね。第一歩だと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。